ティグラウンドジョンです。今回はナビ VS TWOB というクランですね。インドのクランになってて、何度か対戦したこともあるし、世界大会予選はね、意外と勝ち上がってくることもありますね。去年のタウンホール14の最後の方とかも勝ち上がってたことあったかな。はい。というわけで、そんなクランとの対戦です。早速やってみましょう。はい。というわけで、早速やってみましょう。今日はシンセが入っての対戦ですね。新メンバー加わっての対戦になります。スケルトンインビジブルコウモリのスーパーババリアン編成ですかね。バルーンも15体と。で、ちょっと言うの忘れてたんですけど、対戦相手あれだわ。インドの100万人超える YouTuber がいるクランですね。インドではね、クラクラの YouTube、クラクラ人気だったり YouTube の人気っていうのがやっぱりすごくて、100万人、クラクラで100万人のチャンネル登録者数がいるんですよ。インド相当すごいですよ。さあ、ここは初手、面白い。突撃艦とストライカーとバルーンを合わせて一機のトーム。レイジーイエティでやっていくと思いますが、クエイクまで揺らして、フリーズまでかけてバルーンをマルチ IT まで届けたいという形ですが、どうでしょう。さあ、イエティが入りますね。面白い作りですね。まあ、結構シンセの特徴なんですけど、これは。シンセのやり方の特徴なんですけど、呪文の方を手元に残してたくさんやっていくっていうやり方ではなくて、呪文となんかそういう兵器とかを最初に使ってアドバンテージを取って残ったところから残ったのを見て組み立ててるっていうのがシンセのやり方の特徴ですね。スケルトンインビジブルだったりライトニング10発撃ったりとか、そういう編成が多いので、やり方としてはそういう起点になってるのかな。ナビの人とはちょっとね違ったやり方で攻めることも多く、結構リカバリーのためにね呪文を多く残すのがナビのやり方のカズマくんとか特にそういうやり方好みますよね。逆のスタイルかなって感じですね。さあ、ウォーデン、これ空飛んでますね。さっきつけたウォーデン、最後まで、ここまで生き残って合流してくれている状況ですか。と、見習いウォーデンもつけてという状況です。はい。さあ、クロスボウは回っていかないといけないの、打てないので、ここで回ってきつつ、ヒーローパート伸びすぎですね。イーグル残ってる状況でこんなにヒーローパート伸びて、さあ、ようやく見習いウォーデンが焼かれてしまいましたが、ここもエレクトロタイタンがビッグスケルトンを勝利してくれる。バカ強い。さあ、17体のスーパーバーバリアンを手元に残した状況で最終2区画というところまで来ております。これがスーパーバーバリアンで強くて、ヒーロー結構外周に置いてる配置が最近流行ってるんですよ。天才ラバルとかの対策の一つなのかな、 V ヒーとか。わかんないけど。そういった配置の対策に外周部に置かれているヒーローをスーパーバーバリアンとストライカーで簡単に処理することができて、アイスゴレムとか使えば一応できるんだけど、なんかヒーローを使わずに相手のヒーローを処理するって相当コスパいいんですよね。さあ、ナイス全開ガーサス。さあ、対戦相手はクイヒーのスーパーホグですね。さあ、突撃艦。インドのクランというとね、ちょっとリスキーな突撃艦を投げることで有名ですが、ここはなんかトルネードでくるくるしてるような感じですかね。同じマス目でトルネがくるくるしてますが、しっかりここは通っていきまして、投石区画を突破していきました。ここからクイーンをタウンホールまで誘導する流れになるのかな。こういうところもね、クイーンが外周部までかかってると投げづらいですね。クイーン処理の方は結局エリクサータンク行くので、ここでできますね。そしたら左、外に流れてくれますね、これも。アーチャータワー打った後、これ、外周部回りそうですけど、どうですか？回りますね。内側通って向かわせたいルートだったと思うんですけど、これちょっと膨らむの嫌ですね。さあ、イエティバルーンで、そうですね、いいカットを志とか試みます。膨らんでしまったので、内側にクイーンを寄せたいんですけど、ちょっと無理そう。これが最後のホーミングチェックバルーンです。両サイド投げ切って、これで終わりですね。ここから先はないことを祈るしかない。上が膨らまないんですけど、結局これ、あんま変わんないかな。さあ、ウォールブレーカーも拡張はできず。インビジブルでマルチ IT とおでん像を隠しましょうか。そうですね。やりたいルートはこれしか実現ができないというところ。ただ火力も高いので、ここはイーグルに合わせてクロックを打って、レイジまで置きましたと。反対サイドキングから出してますけど、スーパーホグは下からじゃないのかな。
ちょっとクイヒーパーと苦しくなってますかね。まあ、上からホグ。まあ、タウンホールの方は、まあ一応確保できるので上からという形ですね。元々のプランはちょっとどっちからかわかんないけど。はい。フリーズ挟みつつ、ヒール持ってきてんだ。なるほど。ホーム入りたいんだけど、ウォーデンの立ち位置がもうちょい前行ってほしいけど、いい、神ウォーデンすぎる、それ。よ、それありがてえ。ヒール打っちゃったか。これね、奥でよかったっすね、多分。ホームター2個。この辺で打ちたいかな、本当は。マルチ IT の攻撃を強要しつつ。まあでもどっちにしろ最終かなりいいところまで飛んできてますよ。さあ、クイーンの方は上に行って、まあ、ほとんど仕事はできないんですけど、この後。さあ、テスラリクスケルトンが終点重いか？だいぶ、一気に火力が上がりつつ、スーパーホグの方も中心かなり消えました。クイーンの方は真ん中壁破っていきますが、時間を貯めすぎましたね。86% の時間切れです。さあ、各クイヒーラバルにスーパーバーバリアンを5体ほど入れての形になります。さあ、キングとスーパーバーバリアンを使ってクイーン。キングを投石区画に入れつつ、クイーンをマルチ IT 区画に入れるのかな？ウォールブレーカー拡張して確実に入れに行きましたね。ちょっとそんなんもしないとちょっと怖いような区画ではありましたが。ロイヤルチャンピオンも結構外周部まで割れそうな位置です。さあ、ベビドラサイドカットも入れて確実にクイーンをコントロール。うまい。ちょっと火力上がるところですが、ここはレイジのタイミングもしっかり完璧ですね。巨爆も見えつつですが、ちょっとストライクが早かったね。合わせていって、キングの方も完璧ですね。援軍の方はキングで釣ることができて、いいっすね。こういう援軍をキングにターゲット肩代わりしてくれるのは、ワンチャン、いいフリーズ。めっちゃいいフリーズ。いいフリーズポイズン。クロスボウも中心突破して。完璧な対応だな、これ。素晴らしい。援軍処理もこれで終わりましたと。完璧すぎる。クイーンの方はこのまま下に流れてくるんですけど、ボマーマルチに刺そうとしてたのかな、もともと。どうなんだろう。このボマーのセットは。やっぱそうですね。ちょっとテスラが出たんでどうするか少しだけ悩んだ感じはあると思うんですが。で、クイーンをもう一回ね、投石区画に入れなきゃいけないので、ここをスーパーバーバリアンでちょっとテスラチェックみたいな意味合いも兼ねて一体投げてきましたかね。後々に、もう一回投げるのかな。ボマーの方はホーミング2個同時にヒットされまして、割れていきましたが、マルチ IT まで折ることができました。綺麗に入りましたね。さあ、レイジフリーズのトームをかけていきたいんですが、ちょっとインビジブルタワーもあるんでね、これ先に降りたい、レイジ中に。残っていく。ウォールブレーカー。いいウォールブレーカーしっかり間に合っていく。タウンホール残ってしまったんですけど、どうしますかね。クロークは咲いている。インビジブル、えぐ。お爆弾もあったけど、そのインブえぐ。延命できたけど、まあ、壊せる施設はあんまり変わらず。タウンホール残ったので、ここはヘイストバルーンを、こっちロイヤルチャンピオンではなく、タウンホールに合わせていきたい形だったかな。さあ、裏からスーパーバーバリアンさせていく。いや、マルチ IT まで突破できてればって感じ。ライダーもさすがにその HP じゃ伸びないかな。いける？きついよね。イギーがこっち協力してくれたら。ドラゴンライダーがヒーローだったら止まってたな。いやー、惜しいな。95% ですね。ほぼ全開というアタックでしたが、さあ、サミット。この人ですね。さっき言った YouTuber100 万人を超える方。今110とか120近いんじゃないかなって感じですが。ウィヒーのホグ編成。僕も日本のサミットにしてください。お願いします。ペラペラの皆さん。ウォールブレーカー3時入れていきつつ。あれパイピーウィズ禁止じゃなかったのかな？なんか、その辺、間違えて使いそうなキャラではあります。ドリルもセットしつつ、このやり方はキングをマルチ IT に入れるのか、クイーンが回ってきてそっちに行ってくれる予定なのか。
キング置いて、ディガホグみたいな感じでホグスタートするのかな、じゃあ。これ4時から一気に展開5時か。5時から。いや、そうですよね。ディガホグだ、もう。ディガホグ、ホグ版みたいな。ちょっとレイジ強気すぎる、それ。危ない危ない。フリーズもかけつつ、キングの方はここでピスト使って解けてますね。ストライカーがクイーンのところ届きまして、レイジフリーズ、もトームもすでに打っていると。クイーンの方はいい突破ができて、援軍にポイズンかけつつ、ヒールが一応1枚あるんですけど、見てください。ホグライダーいないです。どうしましたかね。あ、ロイちゃん出してないじゃん。ロイちゃんが出てない。ここから9時から登場。キングを処理するようにちょっと貯めてたんですかね、これ。別動隊としてキングを担当するロイヤルチャンピオンホグ部隊。で、中央を貫通するホグ部隊という風に、二手に分けていったんですが、これやっぱりなんか通常ホグとスーパーホグの違いみたいなところとか、ディガホグとホグの違いみたいなところが出て、ホグ単体だとやっぱり、なんか、勘違いしすぎですけど、結構弱いんですよね。傍弱というか、HP もそんなに高くなく。まあ、ロイヤルチャンピオンもついてないってなるとね、なおさら、HP は低くなっているので、まあ、2連巨爆が一応見えるので、まあ、初手トーム打っちゃったから、こっちの巨大爆弾にトームが残せず対応できなかったっていうところが、敗因ですかね。まあ、編成としてこれは別に、ホグじゃなくてもよかったのかなっていうところはありますね。ホグパートのところ。さあ、ホッサン61天才のラバル。まあ、対地マルチが並んでるんで、どっちか折ってどっちかランチャーっていうのが、まあ、言うて対策されてるとしても、それが刺さりすぎるんで、ホッサンには対策にならないんですよね。結局いけるっていう。対策されてようがなんだろうがいけちゃうんですよ、みたいな感じが、見てるとあるな。ちょっとこれもアシンメトリーに、対策陣と、なんか、GS の配置、なんか、トキさんのあたりが作った配置っぽい雰囲気がありますね、この配置。スーパーバーバリアンをここも使っていって、こういうサイドカットユニットとしてもスーパーバーバリアンの使用率は、やっぱり、通常のなんか、スーパーバーバリアンラッシュでみんな使い方が分かったので、もともとね、タウンホール14の時から使ってる人は使ってたし、僕も結構使ってはいたんですけど、サイドカットとしては。使用率というか、ユニットの使い方の強いやり方っていうのがやっぱ流行ってきて、こういうピン差しも増えましたね。さあ、ここは、第1クロスボートマルチ IT のところ。まあ、ここまで届けばイエティが折ってくれるので、そんなにウッドランチャーで削るというよりは、イエティで削るという意識で今回はやっていく形。まあ、配置によってそこの使い分けをしなきゃダメですね。ウッドランチャーで削って、ちょろっととどめが入れば OK な配置なのか、イエティが届けば OK な配置なのかっていうところの使い分けですね。今回はイエティが届けば OK なぐらい外に並んでたので、もうこの時点でもう、ツーサイドパートほぼほぼ決まるだろうなと踏んでのプラン実行した形だと思います。これフェニックスがちょっと HP 高いので、ポイズンの入らないパピーがいますが、投石のターゲットも一緒に取ってくれてるので、全然 OK ですね。まあ、クローク余ってるんですけどさ、スケルトンの呪文を置いてから、クイーンとロイヤルチャンピオン合流する形をとって、上行ってくれるかな？ OK 動いた。しかもストライカーも入って、ここ巨爆もヒットしますが、ロイヤルチャンピオンとクイーンで12時角突破。あとはタウンラバルですね。同時に一気にラバル出ていきます。当たり前のようにいろんなバルーンが各地から出てきて、的確ですね。それもしかも。フリーズないんで、もうこれレイジトーム一気に押すしかないですね。反対サイド対空砲はないんですけど、ラバハウンドを使ってタゲ取りつつ、さらにスケルトンの呪文がもう1枚ありまして、ここをモノリストクイーンのターゲットを取るような使い方で指してます。レイジターンもバルーンで解除しに行きつつ、ストライカーが裏から入って、クイーンもこれは生き残ってますね。攻撃のクイーンがここから合流してるんだけど、で、クイーンを処理してくれつつ、ストライカーもしっかり通って、全開か、うま。結局、この区画は星さんの前に並べると、どんなに対策があったとしてもなんか対策破られちゃうような印象ありますね。返済できるだけでもういけちゃうんですよ、みたいな。
最悪ランチャーじゃなくてもいいから。さあ、ドラゴン詰め合わせ編成。ライトニングとこれは、なんだろうね、花火かな。クローンのない花火には見えるかな。もしくはスーパーウィザードですけど、ワンチャンこのレイジタワーのところに突撃艦通すスパウィズが入れば強そうではありますが。9時に、なるほど。ってなると、12時の方もちょっと削り入れてたので、9時の方から10時の方で面を取って、突撃艦。まあ大体対地クロスの上あたりで。ってなると花火。これはスーパーガーゴイルかな、中身は。まあ、オーソドックスなドラドラっていうのは相当久々に見ましたね。これが今の環境どれぐらい強いのか。まあ、一応ね、ドラゴンも新レベルっていうものが来てて、まあ、それによってスーパードラゴンが一緒にね、新レベル出たことで、スーパードラゴン強いってはなって、スーパードラゴン流行ってますが、ドラゴンの方も新レベルが来てるというところちょっと見落としがちですね。さあ、赤爆やばー花火誘われてたかなこれは。綺麗に入った。気持ちいいな、これ、防衛側。もう、これ狙いの赤爆でしかないよね。インドクランはこういうドラ系の攻めが非常に多いという特徴も理解しつつ、まあ、ちょっと危険な突撃かもね、投げがちというところで。綺麗に刺さりましたね。さあ、当然インビジブル。ここはリカバリで打っていきつつ、援軍が出てしまいました。いやー、花火決まってればだいぶ強かったな。確かにこれは。花火決まってればクランジョとかも多分潰せてますね。タウンホール、マルチ、クロスボウ折れて、流れてヒーローで、あとは削っていくっていう形だったと思うんですけど、だいぶ強かったな、多分これ。この削り見るに多分いけたっすね。フリーズっていきますが。多分だけどこれは、花火決まってればいけたんじゃないかなって気がします。インビジブル。これまたさすがにもう無理だな。マルチ IT まではね、ロイヤルチャンピオンで突破することができて、ちょっとだけがご早いかな。それ間に合うかな。間に合っていく。ぴったり。クロークインビジブルあるけど。さあどうだインビジブルの方はロイヤルチャンピオンで解除ができて。ディギーがないので、ここは、止めることができず。クイーンはここでクローク。いやー、もう 100% いってますね、こんなん。惜しいな。マルチ IT が最後。ちょっときついですね、クイーン。ってなると、あの赤爆が神でしたね。6連ヒットかなんかして、スーパーガーゴイル吹っ飛びました。花火もね、そんなに少なくはないので、対策する戦術の一つとして、いい選択でしたね。さあ、カズマくん。スーパードラゴン。ドラゴンの次にスーパードラゴンと、ライドラ1体入って、今のえぐいなぁ。今の攻め手側だったらもう絶望するよね。まあ割と対策されてたら確かに今みたいにきついけど、今ぐらいの花火って全然やるからね、対戦で。綺麗にはめられたね。わまたなんかテクイライドラ見つけたな、これは。いや、それ強ー。そのライドラ強ー。天才だ。カズマくんがドラゴン編成やってピン刺しでライドラなんか使ってる時って本当にぶっ刺さる時なんだよな。これえぐいっすね。さあ、シューターの前に、ここもテスラチェックのバーバリアン一回通して。ちょっと援軍釣れちゃうか、このライドラで。釣ってくれ。援軍潰れた。いやー、ライドラ強すぎ、それは。さあ、シューターも3時が大きく吹き飛ばしまして、ここからスーパードラゴン。これはタウンホールから入っていくような形でやってきますね。1クロスのタゲ、キングで拾えた。さあ、ここからタウンホールも固めていって、スーパードラゴン入れていきます。反対サイドは大きく削ることができてます。
さあ、なんと真逆からの、うわー、クイーン。しかも戻ってった。さあ、ここで、クイーンを待ってのトームですね、今の完全に。クイーンが来そうだと見て、タウンホールのバックを若干緩めて、待ってからのトームを打っていきました。さあ、これ入っちゃったのしんどいけど、どうしますかね。さあ、ライドラとドラゴン。面白い援軍出てきたんだけど。さあ、ベビドラも使って、この、下の投石区画っていうのを、これ、ライドラと通常のドラゴンを使って目指していく形ですか。さあ、マルチ IT まではスーパードラゴン届きまして、クイーンパートがちょっとしんどいな。フリーズかけてるんですけど、それ HP 低すぎるからさすがにそこまで伸びないっしょ。さあ、フリーズかけて、ドラゴンでいけるんですね。で、反対サイドはフェニックスの方が届いて、で、ロイヤルチャンピオンという状況。呪文もまだあって、ライドラ最後の手にも完璧。さあ、これはもうブーメランですね。どん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 と。フリーズかけて。いやー、素晴らしい回収。シューターの中身のライドラドラゴンっていうのも面白いけど、強かったですね。いやー、今のは格の違いを見せつけられた展開かなと思います。バカうまい。さあ、61天才のラバルですね。この人確かに昔からラバルやってますね。このドラクランの中。さあ、オーソドックスなタイチクロスとマルチ IT というところを天才で追っていきました。反対サイド、ゴーレムキング。クイーン使って。ちょっとキングが先頭に入っちゃうんで、ゴーレムのバリューとしては微妙なところかもしれないですね。こういうところ、しっかりゴーレムが先行できる工夫してあげると、キングがより伸びてくるので、スーサイドのワンポイントの違いにそういったところで出てくるかも。テスラがここはかなり固まってそうな雰囲気を感じます。パリピ使ってるね、普通に。ホーミングチェックのバルも入れる。多分ダメだと思うんで、わかんないけど、ナビの方が誰も使ってないんで、じゃあダメなんじゃないかなーっていうふうになるんですけど、さあ、援軍の方はポイズン処理して、このランチャーってどういうことだろう。クイーンと合流して真ん中まで見てたんかな。ちょっとクイーンの方も溶けちゃって、普通のやり方だったらもう完全にずらして、こっちの対地マルチをもうちょっとずらして、クイーンももう少し角度変えそうなもんかなって感じです。いいアーチャーですね、これ。対空砲回収。で、3時の方、スケルトンからのロイヤルチャンピオン。ただちょっと陸スケに捕まって、ロイヤルチャンピオンやっぱ、スケルトントラップに弱いですね。少し手を取られてますが、突破することができました。あとはタウンラバルというところですね。反対サイド終点、ウッドランチャーで壊すはずだったところが綺麗に残ってしまってるので、これがちょっと厳しいか。フリーズかけつつ、タウンラバルもなんか、だいぶ失敗してますね。ゴーデンが剥き出しになって、ここはトームを吐かされて、タウンホールの方も、これは残っている。さあ、レイジも打ってしまってるんですけど、ヘイストかけて、レイジに間に合わせていく。届きましたね。ヒーローパート決まってもちょっと今のラバルの感じだと終点結局残りそうかな、ここのくじが。ナビの配置は、シンセの配置もナビの配置に多分切り替わってるかちょっとまだわかんないんですけど、どっちにしろ MSE スポーツの配置か、ナビの配置なんで、そういった競合クランの配置は、61天才やりやすそうに見えるなら、当然対策されてますね。破壊率の方も 80% というところで、うまかったけど、ちょっとヒーローパートがテスラの塊とでキング潰れて、クイーンの方も潰れて、オーソドックスな感じだったらもっと反対側にくじ、こっちにクイーン置いて、とか、キングももはやこっちから、この辺から始めそうもう。どうなんでしょうね。シンプルにちょっとやり方が良くなかったかなっていうところですが、なんだこの編成また、10発天才のゴーレウィズのスーパーバーバリアン編成。これウィザード、普通のウィザード使ってるんで、多分これパリピ禁止だと思うな、さすがに。ゴレウィズするのに、ウィザード選ばないでしょ。さすがにパリピーズ選ぶと思うんで。さあ、クラウス。結構ゴレウィズやってるの見ますね、最近。なんか、やってる人も増えたしね、ゴレウィズ。
まあ、パリピウザードが今使えるので、それに合わせて強い。おっと、使い分けてったんですけど、まあ、かなりね、ライトニング打ち分けなきゃいけないというところで、ちょっと天才失敗しましたね。時間がかかるので。さあ、ここはトーム。金銭もちょっとやってたようなやり方ですね。レイジもしっかりこれ、外のね、マルチ IT のバルにもかかるようないいレイジ打ってます。この辺のね、気遣い完璧ですね。サタンホールの方も届いていって、イエティ大丈夫。トルネも解除ができてるんでね。よ。さあ、イエティにくっついてって真ん中モノリスまでそれワンチャン折ってくれたらめっちゃ強かったんですけど、イエティにつくのはやめたようです。そのまま折ってほしかった。さあ、下から、これ展開してます。イーグル砲の方はね、もうすでに折れてるんで。さあ、スーパーウィザードとエレクトロタイタンで防衛援軍処理をしていきつつ、見習い棒でもつけて HP 増強というところですね。ここでクイーン使うんだ。ちょっと厳しいと踏んで出した可能性はあるかもしれない。まあ、援軍処理にね、クイーンも最初から出しちゃえばいいじゃんっていう話なので、どういうことかっていうと。反対サイド、ゴーレムにスーパーバーバリアンとウィザードとバルーンを合わせていって、フィスト、キングの方は内側入ってしまったので、もうモノリス、まあどっちにしろちょっとモノリスを折ってくれる人がいないといけないので、今のは結果いい形かもしれない。キングは内側で溶けていって、まあそうすると、クイーンのためのターゲットっていうのを他のユニットで拾っていく必要があるんで、エレクトロタイタンが今はゴーレムの代わりになってくれてますが、ちょっと第1クロスおでんぞっていうところ火力が高いですね。ただ呪文がフリーズ一発。タイタン消えてから出てくんのかい。反対サイドスーパーバーバリアンでタゲ取らせつつ、ロイヤルチャンピオン刺して、第1クロスのタゲとか持った。スーパーバーバリアン取ってくれてますね。で、外周部もスーパーバーバリアンからのウィザードを追加して、フリーズ一発とスーパーバーバリアン、反対、バルーン。バルーンは下のこのね、防衛施設の塊に投げていきたいですね。さあ、ここはフリーズクイーンに合わせていい形。ストライカーのタゲはね、ここスーパーバーバリアンで取りたかったんだけど、ちょっとバルーンと出し間違えた感じかな。とっさにタゲを取ろうとして失敗。さあ、裏からスーパーバーバリアン。クイーンの方も黒く打って、ロイヤルチャンピオン、おわー、両方一気に。一石二鳥とはこのことですよ。まさに一石だったな。一石二ヒーローで、一気に落とされていきました。いや、惜しいな。天才でこのマルチ IT が残ってなければ、今の微妙な HP 管理みたいなところ生き残ることもできたと思うし、最後も間に合わない。さあ、ラストアタック、スーパードラゴン、リターン型、クイヒースーパードラゴンですね。さあ、アイゴレを盾にして、それによってクイーンの方、クイーン対決を楽にさせていこうという形ですが、ちょっとこれは、うまいアイゴレの使い方ではなかったですね。クイーンを事前に、どうなんでしょうね。ちょっと結局このレイジ使うならアイゴレの枠数とか結構もったいないよね。インビジブル。投石狙ってたのかなこれだと。いやー、やばい。もう回収しちゃおう。そうなると、2時から、なるほど、2時からスーパードラゴンか。確かになんかこれ安いこっち向いてたっけ今。なんか上向いてた気がする。どっかのクランが、エリアムかなインドラをなんか2時の方から、インドラだかなんだかをやってたような攻めをしてた記憶はあるっちゃある。クイーンの方が、だいぶ HP 持ってかれてるぞ。いや、ギリギリ黒く合わせつつ、突撃艦合わせて、ここでなんか、プカプカする突撃艦見た記憶があるんだよな。ホーミングえぐいヒットしてる。トルネードヒットしていきつつ、イエティですね。フリーズかけて、タウンホールモノリス両取りしようとしてるような感じなんですが、タウンホールの方は確保ができました。モノリスターゲット入っちゃった。よし。キングロイちゃんがまだ残ってるので、ここから展開をしていきます。このスーパードラゴン生き残ってるのいいな。キングにこれ、ポイズンリザード採用してますね。これもちょっと珍しい採用の形。
キングの方に流れちゃった。マルチ IT のところ来てほしかったな、スーパードラゴン。こっち来てたら結構いい形作れてたけど。まあ、どっちにしろこの辺が終点残ってあといけるかどうかみたいなゲームには変わりないんだけど、このマルチ IT を事前に寄ることができてたら相当強かったですね。これはマルチではなくキングを投げてますね。フェニックスの方でそのマルチインフェルノを折ることができるです。いい形。ロイヤルチャンピオンもマルチ IT のところを出しつつ、第1クロスにここを止めることができているというところ。ラストフリーズ1枚。この辺をスーパードラゴンで突破できてれば。フリーズかけて、リクスケ固まっていって、タウン裏ってやっぱり、きついですね、このリクスケ。裏があるな。リクスケが3つも出てきた。まあ結構2時からのドラゴン戦術は多く見られるので、残ったところ呪文ないところでスケルトンではめ殺すっていうコンセプト通りの防衛です。はい、というわけでね、終わりまして、13対10破壊率の方も非常にいいですね。ミスのやつも98と95ということで、ほぼほぼパーフェクトゲームだったかなと思います。クラウスのやつもね、天才決まって、なんかパリピーズとかだと前回までもしかしたら言ってたかもしれないですね。あれちょっと前回見たかったね。インドのクランとの対戦でしたが、シンセも加わってね、いい形で対戦綺麗に勝つことができたんじゃないかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。